今週の出雲ラボは ESP32 のタッチセンサ機能を使って L 地下をやってみました。タッチセンサを使えばただの透シールでもスイッチにできます。やってることは結構複雑ですが ESP32 では関数一つで実現できます。とても簡単なので見ていってください。こんにちはったらこんにちは。出雲です。あんまり話題には上がらない気がするのですが、実は ESP32 にもタッチセンサ機能があるんですよ。タッチセンサを使えば触るだけ、あるいは手を近づけるだけで機能するスイッチを作ることができて、ちょっとかっこいい。今週はそんなタッチセンサを使って L 地下をやってみましたというお話です。まずはセンサー部分を作っていきます。といっても銅箔にワイヤーがつながっているだけのものです。ある程度の面積があれば銅箔はどんな形でも OK。2ポット分作ります。ワイヤーに予備ハンダして銅箔にハンダを乗せましてワイヤーをハンダ付け。ピンコネクタにも予備ハンダ。さっきのワイヤーをハンダ付けしてセンサーはこれで完成です。すごくシンプルですね。ブレッドボード上に ESP32 と先ほどのセンサーを配置します。センサーは32番と33番ピンにつなぎました。銅箔部分はセロハンテープで固定しています。プログラムを作っていきます。環境は Visual Studio Code。Arduino IDE でももちろん OK。プラットフォーム IDE からプロジェクトを新規作成します。プロジェクト名は安直に ESP32 タッチとして、コードは ESP32 Dev モジュールを選択します。プロジェクトができたら main.cpp を開きます。なんだか AI の機能でコードの候補が表示されるようになりました。まずはシリアルの設定をして、プログラムの開始を表示させています。メッセージを表示したら1秒待たせます。ループの中では定期的にセンサーからの出力を読み取ります。肝心のセンサーからの値を読み取るのがタッチリードという関数で、この括弧の中はピン番号になります。返り値は16ビットの整数になります。ちなみにタッチセンサーに使えるピンは決まっていて、今回使うのはここ。プログラムの中では T8 と T9 という名前になっています。ビルドして書き込んでみましょう。まずはビルドです。このボタンでビルド開始。1回目はちょっと時間がかかります。できました。今度は ESP32 に書き込んでみましょう。このボタンです。こっちも少し時間がかかります。書き込みが終わりました。プログラムが走り出します。このコンセントみたいなボタンを押すと、シリアル通信を表示してくれます。T8 も T9 も94になってますね。触ってみます。触ってる方の値が11あたりまで下がりました。触ってない方も影響を受けてやや下がってますね。T9 側を触ってみます。やっぱり10前後まで下がります。式位置は50ぐらいに設定しておけば良さそうですね。L 地下やるので
LED をつなぎましょう。5番ピンと19番ピンに赤と緑の LED を追加。ジャンパでグラウンドをつなぎました。出来上がりはこんな感じです。センサの値が50を切ったら LED が光るようなプログラムを追加。D8 を触ると赤の LED が、D9 を触ると緑の LED が光ります。両方触ると両方光ります。タッチで L 地下できました。というわけで ESP32 のタッチセンサ機能を使って L 地下をやってみました。タッチ機能が使えるといろいろ工作の幅が広がりそうですね。見ての通り簡単なのでよかったら試してみてください。本日使ったプログラムはブログの方に上げておきます。必要な方は参考にしてください。それではここまでご視聴ありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。来週は未定なのですが、ネタはいろいろあるのでまた考えておきます。ではまた次の動画でお会いしましょう。